新世紀エヴァンゲリオン劇場版エアー真心を君に、1995年10月からテレビ放送が開始された新世紀エヴァンゲリオンというアニメ作品はその謎めいたストーリーで有名ですが、1997年7月19日に公開された完結編となるこの旧劇場版、通称旧劇はシリーズ中でも際立って難解な作りになっています。とりわけそのラストシーンは理解に苦しむ多くの視聴者を生み出しました。この動画ではそんなエヴァ旧劇のラストシーンについて解説していきます。最初に解説の全体の流れをご案内します。ラスト約3分間の流れをおさらい。急激ラスト考察する価値あるのか問題。省略されたシーン。急激ラストで起きていたこと。あの後どうなる？込められたメッセージとは。要約。この7つのパートに分けてお話を進めます。では早速ラストシーンの流れをざっくり振り返るところから始めましょう。チャプター1ラスト約3分間の流れをおさらい。白い砂浜で寝てる二人。むくりと起き上がるシンジ。隣に寝ているアスカを見る。シンジ、アスカの首を絞める。アスカ、シンジの方を撫でる。泣き崩れるシンジ。そんなシンジを見るアスカ。気持ち悪い。襲撃。こんな感じでしたね。このラストシーンには果たしてどんな意味があるのでしょうか。いや、ひょっとしてそもそも意味などないのでしょうか。アニメや漫画などの物語において、作り手がどこまで考えてストーリーを作っているのか疑問視されることがしばしばあります。急激のラストについてはどうでしょうか。深読みする意味はあるのでしょうか。考察する価値はあるのでしょうか。意味深なだけで、ストーリーやメッセージなどはないのでしょうか。ストーリーを読み解く前に、まずこの問題を片付けてしまいましょう。チャプター2急激ラスト考察する価値あるのか問題。1997年9月に出版された井出浩二のエヴァンゲリオンフォーエバーという本にて、シンジ役の尾形めぐみさんが急激のラストシーンについて次のように話しています。あれは、庵野監督の知り合いの女性に実際に起こったシチュエーションがモデルらしいです。彼女が首を絞められ、まさに殺されるかもしれないと思った瞬間、殺そうとしている男性のことをちなみに庵野さんではないですよ。念のため、ふっと撫でたくなったんですって。それで、力を緩められた途端、急に冷めちゃってあんたなんかに殺されるなんて、死んでも嫌っていう言葉が口をついたんだそう。その話を聞いた瞬間に庵野監督はこれがエヴァのラストだって思ったらしいです。このように、尾形さんによるとあのラストシーンは庵野監督の知り合いの女性に実際に起こったシチュエーションがモデルとのことです。また気持ち悪いというセリフが生まれた経緯については、2005年3月に放送された BS アニメやわという番組内で、アスカ役の声優、宮村優子さんが次のように語っています。最後のセリフは本当は気持ち悪いじゃなくて、あんたなんかに殺されるのはまっぴらよだったんです。けど、何回もそれを言ったんだけど、違うそうじゃないんだって言って。私と尾形さんも、どうしたら監督の思うようなことが表現できるんだろうねとかって言って。で、最後のセリフに関してはですね、もし宮村が自分の部屋で一人で寝ていて、窓から知らない男が入ってきて、それに気づかず、いつでも襲われるような状況だったにもかかわらず襲われないで、宮村の寝ているところを見ながらオナニーされて、それをされた時に目が覚めたらなんて言うって聞かれたんですよ。気持ち悪い、ですかね。とかって言って。そしたら、やっぱりそうかって。これによるとあのセリフは、庵野監督からの自分が寝ているところを見ながらオナニーされて、その時に目が覚めたらなんて言うというような質問に対する宮村さんの率直な感想をそのまま採用したもののようです。ということは急激のラストシーンは、監督の知人女性の体験談。監督の質問への宮村さんの答え。をそのまま映像にしたものである、とも言えます。監督が気に入ったエピソードを画面上で再現しただけだとしたら、そこに他の場面との整合性や深いメッセージはない。ストーリー上、シンジがアスカの首を絞めた理由もないし、アスカが気持ち悪いと言った理由もない。だって、元ネタをエヴァのキャラで再現しただけだから。と、結論付けても間違いではないのかもしれません。でも、私はそうは思いません。もし、元ネタとなる知人の体験談をそのまま映像にしようとしたのなら、なぜ庵野監督は最後のセリフにこだわって、宮村さんの力を借りてまで変更を加えたのでしょうか。もし監督自身の考えやこだわりが全くないのなら最後のセリフを変更する必要などないはずです。それにもかかわらず、ほんの一部とはいえセリフを変更したということは、知人のエピソードをエヴァという作品のラストに適したものになるように調整しなければならない。という意識が監督にあったということに他ならないと私は考えています。だとすると、シンジやアスカがなぜあのような行動をしたかという急激ラストが持つ意味を考える価値は十分あると思います。加えて、アスカ役の宮村さんの率直な感想から生じた言葉でエヴァのラストを締めくくりたいだけだったとしたら、その質問はあのように特殊なものでなくても良いはずです。例えば、エヴァという作品が完結するけど感想は碇シンジというキャラクターをどう思う？劇場のファンに向けて最後になんて言う？といった質問でもよかったはずです。しかし、庵野監督がした質問はそのようなものではありませんでした。質問など他にいくらでも考えられるにもかかわらず庵野監督は、この質問に対する回答こそが、急激のラストシーンのアスカのセリフにふさわしい、と考えたのです。つまり、宮村さんが気持ち悪いと答えたからラストのセリフはああなった。というだけでは説明が不十分で、どうして監督はあのような質問をしたのか。
という点まで遡って考えるべきだと私は思います。そしてそこには、取るに足らないものかもしれませんが、必ず何かしらの理由があるはずです。したがって、急激のラストに考察する価値あるの？という問いに対しては、多分あるんじゃないかな。だって元ネタからわざわざセリフ変えてるし、あんな変な質問した理由くらいはあると思う。と私は答えます。では次に、どうして二人はあんな奇妙としか言いようのないやりとりをしたのかというストーリーの考察をしていきます。白い砂浜で目覚めたシンジはなぜ、アスカの首を絞めたのでしょう。他人のいる世界を一度は望んだもののやはり他人が怖くなったのでしょうか。アスカに拒絶されることを恐れたのでしょうか。と考え込んでしまいそうになりますが、その前に絶対に押さえておかねばならないことがあります。そもそもこのシーンシンジとアスカは白い砂浜で目覚めたというのは間違いです。サードインパクト後、二人が砂浜で横になるまでのシーンが映像では丸ごと省かれているのです。チャプター3省略されたシーン二人が白い浜辺で横になるまで。ゆえと冬月の回想シーンとアイキャッチが間に入るので見落としがちですが、シンジはその前のシーンですでに現実世界に戻ってきています。そして、その後に映るこのカット。画面奥の巨大レイヘッドに気を取られてしまいますが、手前にある木の棒は、ただの瓦礫ではありません。この場面は公式の書籍内で次のように記載されています。ボローらしきものが並んでいる。一本だけ蹴り倒されたものあり。黒っぽい木の板ボロー。シンジの立てた。蹴られてる。つまり、サードインパクトの後、シンジは、浜辺で目覚めたら隣にアスカがいた。のではなく、赤い海から陸に上がり、黒い木の板をかき集めてボローを立て、その後、アスカと浜辺で横になった。ということがわかります。その他にも、よく見ると赤い海から現実世界に戻る場面の前後では、シンジの首にミサトのペンダントが下げられています。そして、その後のシーンでは木の一本にミサトのペンダントが飾られているので、シンジが陸に上がった後、ボローとしてこの木の板たちを立てたんだな、と観客が理解できるように一応演出されてはいます。よくよく見れば確かにとも思いますがでもやっぱりわかりにくいと思います。正直私も絵コンテや原画集を見るまでこのことは全くわかりませんでした。本編映像のみでこの辺がきちんと読み取れた人は本当にすごいと思います。このあたりの演出から庵野監督が視聴者にどの程度の理解力を期待しているかが伺い知れる気がします。書籍に記載された内容に話を戻しますと、気になる点がもう一つあります。画面中央の一本だけ折れてしまったボロー。絵コンテ集や原画集によると、この一本だけ蹴り倒されたとのことです。一体誰が、なぜそうしたのでしょうか。これについては書籍のどこにも情報がありません。他の多くの謎と同様に、視聴者の想像に委ねられています。果たしてボローを蹴り倒したのはシンジなのでしょうか。それともアスカなのでしょうか。はたまた、画面に登場していない第三者なのでしょうか。そしてこの疑問はラストシーンの解釈にどう影響を与えるものなのか。ここまでの内容を踏まえて、シンジとアスカがあのラストシーンに至るまでにはこういった出来事が起きていたのではないか、という私の考えをご紹介します。チャプター4急激ラストで起きていたこと。蹴り倒されたボロー編。サードインパクトが終わり、初号機は地球を離れ宇宙へと旅立っていきます。シンジは他人のいる世界を選びゆえに別れを告げます。赤い海から現実世界へと戻るシンジ。そんなシンジを巨大霊の二つの瞳が見つめていました。巨大霊の頭部は中心から二つに割れゆっくりとずれていきます。なんとか陸へとたどり着いたシンジですがインパクト後の世界はひたすら絶望的な光景が広がっていました。他人どころか、自分以外の動植物は全く見当たりません。シンジは拾い集めた木の板でボローを作り、ミサトの十字のペンダントを飾りました。と、シンジがそんなことをしていた時、どこからともなくアスカが現れます。驚くシンジ。アスカは何も言わず、シンジの立てた木の板の一本を蹴り倒しました。こうして幸運にも、シンジはアスカと再び会うことができましたが、この時からラストシーンまでの間、二人は全く言葉を交わしませんでした。二人の間にコミュニケーションがなかったことを示すカットは後ほど登場します。アスカが木の板を無言で蹴り倒したのはそれがシンジの立てたボローであると理解した上で、どうせ私の墓も建ててたんでしょ私はまだ死んでないっつーの。という気持ちがアスカにあったからです。何よりも重要なのは、この蹴り倒されたボローは、サードインパクト後の絶望的な世界でも、アスカには生きる意志が明確にある。ということを表している点です。もしアスカに生きる意志がなく、もういつ死んでもいい何もかもどうでもいい早く死んで楽になりたい。などと思っていたなら、自分のボローを蹴り倒すという行動は取らなかったはずです。この時点でアスカには生きる意志がある。これはこの後の出来事への見方を左右する非常に重要な事柄です。少し話題がストーリーから外れますがなぜアスカが生き残れたのかについても一つの仮説を述べたいと思います。アスカがサードインパクトから生還した理由については様々な見方があります。保管中にアスカがシンジを拒絶する場面などもあり、これがアスカが生き残った理由として挙げられることもしばしばあります。しかし、私はこの説についてはやや懐疑的です。理由は原画集におけるとあるシーンに対しての記述です。あんたが全部私のものにならないなら、私何もいらない。という印象的なセリフが保管中に登場しますが、
原画集でこの場面のアスカの作画に関して次のような記述があります。シンジの妄想なのでいつもよりおっぱい大きい？なんと保管中に現れるアスカに関して、少なくともこの場面はシンジの妄想だというのです。もちろん、シンジが映像として見るアスカの姿が妄想で、聞こえてくる声はアスカ本人のものである、という意味の可能性も十分あり得ます。しかし、保管中のシーンに次々と現れては消えるキャラクターたちとそのセリフがシンジの妄想である可能性を捨てきれないこともまた事実です。では保管中のシーンからヒントを得ないとしたらアスカが生き残った理由は何でしょうか？私はアスカだけにあって、他の全人類にはなかったものがその答えとして適切だと考えています。そしてその答えはエヴァの中にいたことです。また、これは2号機のおかげでアスカが生き残った根拠と言えるか微妙ですが、量産機にバラバラにされた後、地上にポイと捨てられた2号機についてコンテにて、木々の奥、点を見ているかの2号機の首4つの目は同一方向を見ている。と記載があります。確認してみると実際の映像でも確かに2号機の4つの目は、1個が飛び出してる無残な状態にもかかわらず、その4つすべてが同一方向、おそらく量産機に拘束され上昇していく初号機に向けられています。このあたりはグロシーンのオンパレードなため視聴時にそんなことを気にしている余裕は正直全くありません。2号機が完全に絶命し、中のアスカも意識を失っているとしたら、2号機の視線が一点に向けられているのはあまりにも不自然です。なので、2号機はあんなありさまでも完全には生き絶えておらず、アスカを守る最後の余力を残していた、と見ることもできるかもしれません。冬月が劇中で初号機を箱舟と表現していましたし、2号機が箱舟となってサードインパクトからアスカを守ったとしてもそこまで不思議ではないのかもしれません。もしそうだとしたら我々が目にしていない間には、アスカを浜辺まで送り届けた2号機とアスカが最後の別れをする、という場面もあったのかもしれません。このように、私はアスカが生き残れたのは2号機がアスカを守ったから、シンジと合流できたのも、2号機がシンジのいるところまで、アスカを運んでくれたからではないかと思っています。また、アスカの右手と頭部に巻かれている包帯などの医療品についてですが、サードインパクト後の世界では必要な物資を探して入手することが非常に困難であると見て取れるため、消去法的に、エヴァのエントリープラグには緊急時用の応急医療セットのようなものが備え付けられていて、それを使用して処置したと考えるのが妥当かなと私は思っています。しかしながら、設定資料などを見てもエヴァのプラグにそのような装備が存在するとの記述は見つけられなかったので、残念ながら、これも憶測の域を出ません。ストーリーの解説に戻ります。急激ラストで起きていたこと。横たわる二人編。アスカがボローを蹴り倒した後二人はしばし放浪を続けラストシーンの浜辺にたどり着きました。ところでこの浜辺ですが、2体の量産機の残骸がシンジとアスカの十字のボローと言わんばかりに配置されており非常に不吉です。赤い海を前に、どちらからともなくしゃがみ込む二人。この世界、どう見ても食べ物どころか飲み水の確保すら非常に困難です。その上アスカは量産機との戦闘によってひどい重傷を負っています。シンジの立てたボローの奥に巨大霊の顔が映し出されますが、シンジが赤い海から顔を出した際、巨大霊の顔は中心から二つに割れ、片側が少しずつずれていました。そしてその後に映し出された巨大霊の顔は片側が完全に脱落しています。これは、シンジが赤い海から陸に上がってから時間が経過している、ということを示す演出です。それが半日程度なのか、数日以上にわたるものなのかはわかりません。しかし、シンジとアスカはその間のまず食わずでこの地上を二人きりでさまよっていたことになります。まだ14歳の二人にとってそれがどれほど心細く、心身に負担を強いるものだったでしょうか。肉体的にも精神的にも疲労した二人が砂浜で腰を下ろし、ついには横たわってしまうのも無理ありません。我々はこれ以降の場面を目にしているわけです。そして二人の手が映し出されます。コンテには、何もせず、触れ合わない二人の手、と書かれています。言うまでもなく、二人が置かれているのは互いに手と手を取り合うべき状況です。二人で力を合わせて、この危機的状況を乗り越えるべきです。なのに、シンジとアスカはお互い何もせずただただ隣に寝転んでいるだけです。先ほど、アスカがボローを蹴り倒した場面でシンジはアスカと再び会うことができたが、二人は全く言葉を交わさなかった。とお伝えしたのはこのカットがあるからです。もしシンジが立てたボローの前で再会を果たした二人が、ほんのわずかでも言葉を交わしていたら、こんな重苦しく、互いが何を考えているか全くわからない沈黙は訪れなかったでしょう。このコミュニケーション不足が原因となり、二人はこの後の奇妙なやりとりをすることになります。急激ラストで起きていたこと。首絞め編。アスカと横たわっていたシンジは、アスカの向こうに霊の姿を見ますが、すぐにそれは幻のように消えてしまいます。劇中では死が近いものの前に霊の姿が現れる描写があります。この場面ではアスカの体越しに霊の姿が現れます。ですので、アスカに死が近づきつつあるという見方ができるかもしれません。しかし我々視聴者とは異なり、どんな時に霊の姿が現れるのかという法則をシンジは知りません。ですからシンジとしては、自分とアスカ以外の人間の気配がしたけど、やっぱりそれは幻だったという程度の認識だったと思います。つまりシンジはこの時改めて、
この地獄のようになり果てた地上に自分とアスカだけが取り残されている。ということを強く認識させられてしまったのだと思います。そしてシンジは、時が経つごとに徐々に衰弱していく自分がこれからどうなるのか。隣に横たわる重傷を負ったアスカはどうなるのかを考えたに違いありません。そしてついにシンジはある決心をし、アスカの首に手をかけます。またも少し話が逸れてしまいますが、この時のシンジの心情を少し理解しやすくなる不思議なセリフが漫画版に登場します。漫画版エヴァ第9巻にて、猫を考察したカオルがシンジに次のようなセリフを放ちます。だってこの猫ほっといてもどうせ死んだよ親もいないし食べ物もないしこんなとこ君と僕以外に誰も来るはずもないし飢えて苦しんで徐々に死ぬんだよだから今殺してやった方がいいんだよ。いかがでしょうか。このセリフを重ねると、それが正しいか否かはさておき、多くの人が唐突かつ意味不明と感じた、シンジがアスカの首を絞めるという行為に説明をすることが可能になります。無論、アニメ版と漫画版はストーリーが異なる完全な別作品ですので、急激のシンジが漫画版のカオルのセリフを知っているわけはありません。あくまで我々視聴者がこの漫画版で登場するカオルのセリフを念頭に置いた上で急激を見ると、また別の見方ができる、という意味でのご紹介です。しかし、漫画版でのセリフが急激のラストを読み解く新しい視点をもたらしてくれるのは不思議な偶然だとも思います。もしかしたら、漫画版の作者である貞本義行さんや庵野監督から急激のシナリオについての情報共有がかつて行われていて、それが急激公開から数年が経過した後に漫画内にこういった形で登場したということもあり得るのでしょうか。はたまたただの偶然なのか。できることなら作者の貞本さんに伺ってみたいものです。話を戻します。我々が目にするのはシンジがアスカの首を絞めるというショッキングな光景ですがシンジにとっては、せめてこれ以上苦しまないようにと精一杯アスカを思いやった上での行動だったわけです。しかし、アスカとしてはどうでしょうか。劇中で死ぬのは嫌と叫び廃人同然の状態から復活を遂げる印象的なシーンがあるだけでなく、前述の通りシンジが立てた墓標を蹴り倒したことからも、このような絶望的な世界であってもアスカに死ぬ気はもうとうないことがわかります。そんなアスカが他人に首を絞められ殺されそうになった時、どういう行動をとるでしょうか。テレビ版での降りかかる火の粉は払いのけるのが当たり前じゃないといった発言や、この急激内で量産機に向けた激しい殺意からも明らかです。当然激しく抵抗し、シンジと殺し合いになるべき場面です。が、アスカは抵抗する素振りすら見せず、シンジの方を優しく撫でます。アスカはシンジの真意を理解していたのでしょう。劇中であれほど死や、自分を害する者に対して激しく反発していたアスカでしたが、驚くべきことに、自分を思いやったシンジの優しさに殺されるのであれば、と自らの死を受け入れたのです。この残酷で切ない触れ合いがサードインパクトから生還した二人が交わす最初で最後のコミュニケーションになるかと思われました。が、シンジはアスカの手が頬を優しく撫でた後涙を流し、その両手からは力が抜けてしまいます。もしアスカが無反応であるか、抵抗をしていたら、シンジは手の力を緩めることはなかったでしょう。シンジもおそらくはアスカからそのような反応が返ってくるものと覚悟した上での行動だったはずです。しかし、実際に返ってきた反応はシンジにとってあまりにも意外すぎるものでした。この方を優しく撫でるという行為によって、シンジにとってアスカは自分の気持ちを理解しようとしてくれる他者であることを見せつけられてしまったのです。そして自分の気持ちを理解し、受け入れてくれる得難い存在であるアスカを失って、この世界にただ一人取り残されて生きていくという孤独にシンジは耐えられなかったのでしょう。そう考えると急激後半パートの英語タイトルが I need you であるのも非常に味わい深く感じられます。シンジにとってアスカは失うことができない存在だったのです。また、この時の泣き崩れるシンジについてはもう一つの感情が同時に生じていたのではないかと思います。それは前に進めたという実感です。エアーにてシンジとミサトは次のようなことを互いに言い合います。僕には人のためにできることなんて何にもないんだ優しさなんかかけらもないずるくて臆病なだけだ僕には人を傷つけることしかできないんだだったら何にもしない方がいい。どんな思いが待っていても、それはあなたが自分一人で決めたことだわ価値のあることなのよシンジ君あなた自身のことなのよごまかさずに自分にできることを考え償いは自分でやりなさい。今の自分が絶対じゃないわ後で間違いに気づき後悔する私はその繰り返しだったぬか喜びと自己嫌悪を重ねるだけでもその度に前に進めた気がする。急激のシンジはカオルを殺してしまったことなどから、どうせ自分が何をやっても最終的に他人を傷つけることにしかならないのだから何もしない方がマシ、と考えていました。これに対してミサトは、たとえ結果がどうであれ自分で決めた行動には価値がある。もしうまくいかなかったとしてもその結果を受け止めるのみ。そして、失敗を積み重ねることでも前に進める。と言いました。他人を傷つけ、自分も傷つくという結果を恐れるシンジに対し、どう行動するかを自分で決めること自体が重要で、結果は二の次だというミサト。ミサトのこの言葉がなければ、急激のラストでシンジはアスカに対し、何もしなかったでしょう。しかしシンジは、アスカを傷つけることそして自分が傷つけられることへの恐怖と戦いながらも、自分にできる最善を考え、行動しました。それがあの状況、あの場面のシンジにとってはアスカの首を絞めるという行為です。
結局のところシンジはアスカを楽にしてあげるという目的を達成できず、ただただ首を絞め苦しませただけとも言えます。しかし、結果を恐れず自分にできる最善と信じる行動を選べたことは、シンジにとって大きな前進です。すでにご紹介した書籍で工事のエヴァンゲリオンフォーエバーにて、シンジ役の尾形さんがこのシンジが泣き崩れるシーンについて次のように話されています。映画のラストシーンはどうだったんでしょうか、尾形さんとしては？その時に庵野監督に求められたのが、初めて自分のことを自分で抱きしめてあげられた瞬間を演じてほしいってことだったんです。じゃあ、庵野監督としてはあのシーンはプラスの方向なんですね。そうです。初めて自分に OK を出してあげられた時の泣きが欲しい、と。自分の意思ではなく自分はエヴァのパイロットだから、人は倒すものだからという理由でカオルを殺したことで自分を責め続けていたシンジは、この時初めて他人のために自分を顧みず行動できた己を肯定することができたのではないでしょうか。そしてこの後、シンジに向けたアスカのセリフで急激は終幕を迎えることになります。急激ラストで起きていたこと。気持ち悪い変。すでにご紹介しましたが、当初ラストのセリフは、あんたなんかに殺されるのはまっぴらよとなっていました。この当初のセリフは絵コンテ集でも確認できます。言うまでもなくこのセリフはアスカの行動とは矛盾しており、そのままの意味で受け取ることはできません。もし本当にシンジに殺される気がないのだとしたら、アスカは抵抗する素振りをわずかでも見せたはずです。しかし絵コンテ集にも苦しくとも、抵抗しない。と書かれている通り、この場面のアスカは苦しいにもかかわらず意識的に抵抗しないことを選んでいます。つまり、この、あんたなんかに殺されるのはまっぴらよ。というセリフは一見日本語のようにも見えますが、実際はアスカ語で書かれたものであり、日本語訳すると、私のためにありがとう。でも心配いらないわ。これからどんなに辛いことが待っていても、最後までシンジと一緒に精一杯生きるつもりだから。ということを意図したセリフであることは明白です。いずれにしても、このあんたなんかに殺されるのはまっぴらよというセリフの持つ役割は、シンジと一緒に生きてそれから死ぬ。だから今ここで楽にしてもらわなくても大丈夫。というアスカのシンジに対する意思表示です。そしてこのアスカの生きる意志は、前述の蹴り倒された母兵がすでに表していることでもあります。そのため重複を避ける意味でも、このセリフはなくてもいいと判断されたのかもしれません。正直、折れた木の棒を一本見せられて、アスカがどんな気持ちなのかわかるだろ、というのはかなり厳しい気もします。一方、この変更前のセリフはアスカらしさが現れていて良い、と作り手も感じていたためかはわかりませんが、ブルーレイボックスの映像特典にはこのセリフを使用したラストシーンが収録されています。ともかく、ラストのセリフは当初のものから変更となり、その過程で庵野監督は宮村さんに前述の、寝ているところを見ながらオナニーされて、それをされた時に目が覚めたらなんて言うという質問をすることになりました。劇中の出来事と照らし合わせると、おそらくは冒頭のシンジがアスカの病室で行った行為と、シンジのまたいつものように僕を馬鹿にしてよという呼びかけに対しての答えになるように、という意図で投げかけられた質問かもしれません。アスカの病室でもシンジの涙がアスカの首筋を伝っていましたし、ラストで再びシンジの涙を頬に受けたアスカが病室での出来事をふと思い出したという見方もできるかもしれません。あるいは、ラストでアスカの首を絞めて殺そうとするも、頬を撫でられたら泣いて、やっぱりやめるという、シンジの一連の一人相撲的な行動を自慰行為的と捉えて、庵野監督は宮村さんにあのような質問をした可能性もあります。いずれにしても共通しているのは、シンジのみっともない姿を見た時のアスカの一言であるという点です。まとめます。ラストシーンで繰り広げられる二人のやりとりは我々観客にとって、一見奇妙としか言いようのないものでした。しかし、それはコミュニケーション能力に乏しい二人が極限まで追い詰められた中で、精一杯の勇気と相手への思いやり、つまり真心を持って相手と接しているやりとりのごく一部だけが画面に映った結果なのだと私は考えています。少なくとも、このラストシーンにおいて二人の間には、セリフになっていない感情があったことは間違いないと思います。ここに至って、ようやくお互いにコミュニケーションの第一歩を踏み出せたシンジとアスカですが、襲撃と表示され、映画が終わった後の二人はどうなるのでしょう。チャプター5の後どうなる？気になるのは、シンジとアスカ以外の人間が赤い海から戻ってくるのか、という点です。自らの心で自分自身をイメージできれば誰もが人の形に戻れるわというセリフが劇中でありますが、これが LCL になってしまった人たちのことを言っているのだとしたら、シンジとアスカ以外の人間が戻ってくる可能性もあるかもしれません。となると、考えられるパターンは3つ。他の人類が海から戻ってきて、シンジとアスカはその人々と合流した。他の人類は海から戻ってきたが、シンジとアスカはその人々とは合流できなかった。他の人類は戻ってこず、シンジとアスカは二人で生きた。地球は広いですから、二人がいる場所から辺りを見回して人の気配がないからといって、地球上のどこにも他の人類はいないとは言い切れません。もしかしたら、丘を一つ越えたら海から戻ってきた人たちがそこにいるのかもしれません。もちろんどこまで行っても本当に誰もいないのかもしれません。この、地球上に二人以外の人類がいるのか、に対する明確な答えは与えられず、見渡せる範囲にはシンジとアスカしかいない中、
二人が互いにどんな行動をとるかを描きえばという作品は終わります。たとえ2体の量産機の残骸が暗示する通り、二人があの場で間もなく最後の時を迎えるのだとしても、それ以外の道をたどるとしても、それがわずかでも救いのあるものであることを祈らずにはいられません。アスカは量産機との戦闘で、無事に治るかもわからないほどの重傷を右手に負いました。しかしラストシーンでは、アスカの右手はゆっくりとではあるものの、シンジの方を撫でることができています。時が経つにつれ、治らないかと思われるほどの大きな傷も少しずつ癒えていくように、二人の未来も決して悪いことばかりではないと、シンジの方を撫でるアスカの右手が暗示していると私は受け取りたいと思っています。ここまでは物語内のストーリーについてお話ししてきました。ところでなぜラストシーンはあのように難解に作られたのでしょうか。わかりやすくしようとすれば、セリフを追加したり、描く場面を増やしたり、いくらでも方法があったように思います。私はこれが制作者のメッセージとも関係しているからではないかと考えています。ではそのメッセージとは一体どのようなものか、私の考えをお伝えします。チャプター6込められたメッセージとは、皆さんは次のようなクイズに何と答えるでしょうか。少年と少女がいます。少年は少女の首を絞めました。少女は少年に対し気持ち悪いと言いました。問題この映像は視聴者に何を伝えようとしているでしょうか。私はこの問いに対して長らく次のように考えていました。この二人は互いに傷つけ合っている。人間とはどこまで行っても悲しい生き物だ。または、アニメが必ずしも視聴者を甘やかし、喜ばせるためだけの安易な結末を迎えるとは限らない。現実はアニメのように甘くなく厳しいものだ。これらの見方も、決して間違いではないと今でも思います。しかし、今はもう少し違う見方もするようになりました。確かに画面に映る少年と少女は互いに憎しみ合い傷つけようとしているように見えます。しかしこれまでお伝えしてきた通り、シンジとアスカはお互いに傷つけようとしているわけでは全くありません。もしシンジとアスカが本気でお互いのことが嫌いで、いなくなってしまえば良いと考えていたら、このラストシーンのような状況が本当に生まれるでしょうか。もしお互いを疎ましく思うのであれば、一緒に行動などせず、チリジリになり二度と会わなければ良いだけです。しかし、この二人はこの無人の荒野となった地上で、わざわざ二人でいることを選んでいます。その上シンジは、他人を傷つけるくらいなら何もしない方がいい、という考えを捨ててまで、アスカのために、アスカの首を絞めることを選びました。そして、アスカもあれほど強く持っていた性への執着を捨ててまでシンジの行為を受け入れました。もしシンジを心から嫌いだと思うならば、シンジに殺されたくないと思うならば、頬を撫でるのではなく、爪を立てるべきです。しかしアスカはそうしませんでした。つまり急激のラストは、目に見える映像と、よくよく考えた結果を推測れる人物の心情が麻薬のものであることを表しています。そしてこれこそが、急激の持つ大きなメッセージの一つなのではないかと私は考えています。我々の生きる現実世界では他人の心の内を知ることはできません。我々が知ることができるのは、他人がどう行動するか、どんな言葉を発するか、という断片的で表面的な情報だけです。そして我々はしばしば、自分が他人から嫌われているのではないか、という恐怖に襲われます。しかし、この恐怖に脅かされる必要は本当にあるのでしょうか。この広い地球上において、わざわざ手の届く距離、声の届く範囲にいることを選んでいる時点で、周りの人はあなたのことをそんなに嫌ってはいないのかもしれません。もし本当に心から嫌っているのなら、あなたの姿が見えない、声も届かない場所に離れていけばいいはずです。そう考えると、周りの人から嫌われることをそんなに恐れる必要はないのかもしれません。時には、他人を傷つけてしまうことや、他人から傷つけられることもあるでしょう。しかし、そのような時でも、心の中にあるのは互いへの憎しみだと決めつけるのは少し早いのかもしれません。もしかしたら、相手はあなたのことを憎からず思っている可能性だってあります。というのは少し楽観的すぎるかもしれませんが、いずれにしても、結局のところ人の心は誰にもわからないのです。あまり悲観的に決めつけず、むやみに恐れず、他者のいる世界に勇気を持って飛び込んでいこうではありませんか。このようなことを急激のラストシーンを通して作り手は我々に呼びかけているのかもしれないと、今の私は考えています。もちろん、急激のフィルムが放つ鋭い刃物のような印象からすると、この感想はあまりに物天気すぎると、自分自身でも思います。しかしエヴァエースという本に庵野監督の次のような発言が掲載されています。ぶっちゃけて言うと、あれはどういう話なの？最終的には、いいじゃん、他人がいても、ということですね。つまり急激は、庵野監督としては他人がいることを肯定的に捉えるということを描いた映画だったようです。この発言を見ると、私のような見方も一応なしではないのかなと思います。チャプター7要約。話が長くなりましたのでここまでの内容を QA 形式でざっくりまとめます。急激ラストに意味ある？ある。シンジはなんでアスカの首絞めた？アスカを楽にしてあげるため。アスカはなんでシンジの頬撫でた？自分のために行動してくれたシンジへの感謝。シンジはなんで泣いた？アスカが失うことができない存在だと痛感したから。やっと一歩前進できたから。なんで気持ち悪いって言った？シンジがアスカの病室でした行為への反応。他の人間は戻ってくる？
五分五分。あの後二人はどうなった？頑張って精一杯生きた。結局このラストは何が言いたい？他人はあなたのことそんなに嫌ってないかもだから悲観的になりすぎず生きよう。私が考える急激ラストの解釈は大体こんな感じです。ここまで考察という名の私の妄想をご紹介してきました。参考資料を引き合いに出し、これが正しい、これは間違い、というような表現もしました。しかし本音を言うと、干渉した人の数だけ解釈があって良いと思います。たとえ作り手の意図した内容と異なる解釈であっても、公式の設定と矛盾する解釈だったとしても、その人がそう受け取ったのならば、それもまた一つの答えだと思います。何より、他の人の感想や、考察を聞くのってまるで別の作品を新たに見ているかのようでとても楽しいと私は思っています。ですのでこの動画も、皆様が急激を思い返す際にそこに彩りを加えるものの一つとなっていたら私にとって幸いです。また、私にも皆さんの急激に対するお考えをコメントなどで聞かせていただければとても嬉しいです。それでは、ご視聴ありがとうございました。